はい、皆さんこんにちは。今日は最初にまずちょっと重要なお知らせがあるんですが、溶接ブログの方を始めましたので、よければ概要欄に URL の方載せておきますので、溶接ブログの方を読んでみてください。このブログでは YouTube に動画を出すほどではないような日々の仕事での溶接などを紹介しています。基本的に結構緩めな感じで、普段仕事でやっているような溶接方法などを紹介していますので、興味がある方はよければ見てみてください。溶接方法など以外にも溶接に関連するようなことは全てこのブログで書いていきたいと思いますので、溶接工になった理由や知り合いの溶接工がどんな人がいるかやそういうことなども紹介していけたらなと思いますので、溶接関連に興味がある方などは見てみてください。で、それともう一つがYouTube の方のコメントや Instagram の DM などに質問等結構来るようになったのですが、全て返すことがちょっと仕事が忙しくてできないので、これからはいいねだけとりあえずつけておいて YouTube の一動画としてコメント返信の動画を出したいと思います。なので変わらず質問やリクエストなどがある方は Instagram や YouTube の方でよろしくお願いします。必ずまとめて一つの動画として返信していきたいと思いますので、聞きたいことがある方はお願いします。で、今回の動画の本題に入るのですが、今回は JIS の溶接資格 T の 1P の紹介をしていきたいと思います。で、試験と同じ材料を使用して試験の時と同じように半周は真下から真上までで、残りの半周は横付けで溶接をしていきたいと思います。1層2層3層と詳しく解説していきますので、これから試験を受ける方などはよければ最後まで視聴するようにしてみてください。それでは溶接映像に移りたいと思います。はい、まず使用するパイプは鉄の 6mm のパイプです。開先の角度は30度ぐらい取った状態で溶接をしていきます。で、必ず表も裏もこのように黒皮を剥がして溶接をするようにしてください。で、ルート面はだいたい 1mm ぐらい取った状態で溶接をしていきます。真下からの溶接ということもあり、オールポジションなのでルート面が少なすぎると裏に抜けすぎる場合があり、綺麗にできない可能性があるので、僕は隙間を広くしてルート面は 1mm と少し多めに取って溶接をするようにしています。で、隙間の方が今これ 3.2mm の棒を挟んでいるんですが、3.2mm ぐらい隙間を空けた状態で溶接をしていきます。で、こちらが仮付け映像です。隙間を空けている時の正しく綺麗な仮付け方法はこちらの動画で紹介していますので、よければ参考にしてください。で、実際にこのように4点仮止めが終わりましたので、溶接をしていきたいと思います。で、仮止めの裏の状態がこのような感じで 2,3mm の高さで裏波を出した状態で仮止めをしています。ここで裏波を一切出していないと、1層目で上から仮止めの裏波を出さないといけなくなるので、仮止めで軽く裏波を出すようにしておくと綺麗につながりやすいです。で、実際に仮止めを終えたので台にセットしたのですが、 2.4mm の棒を使用していきますので、 2.4mm を隙間に入れてみたところ、このように少しゆとりがある状態が保たれています。で、使用するノズルは7番で、タングステンの長さがだいたい 6mm ぐらい出した状態で溶接をしていきたいと思います。で、1層目の動きなんですが、このように小刻みにローリングをしながら進行していきたいと思います。このセラミックノズルを貝先内に収めて小さく振っていくととても安定して進行することができるので、このやり方をおすすめします。で、タングステンの長さはこのルート面の近くまで来ないと裏波は出しづらいので、必ず 6mm 以上は出すようにして溶接をするようにしてください。それでは1層目を溶接していきます。まず1層目の溶接電流が 110A で、使用する棒は 2.4mm です。で、この裏波の出し方についてはこちらの動画などで紹介していますので、そちらを参考にしてもらえるといいと思います。ですが今回はオールポジションなので真下からの溶接ということもあり、真下から裏波を出す時の方法はこちらの動画で紹介をしています。で、真下のコツとしましては、必ず表から溶接棒を入れるのではなく、ビードの裏から棒を入れるようにしてください。どうしても重力の関係で表に入れてしまうと、真下の場合は裏波がなかなか出づらいので、裏から直接裏波を作っていくという感じで溶接をしていってもらえると綺麗に裏波を出すことができます。仮止めの4箇所は
曲げ試験をする場所ではないのですが、見た目的にも綺麗なので、僕はなるべく今の映像のように綺麗につなげて溶接をするようにしています。こちらの方が実際裏波を見た時も安心できると思いますので、なるべく綺麗につなぐようにしてみましょう。で、こちらが半周を終えたビード外観です。このように裏から棒を直接入れたので、よもりが膨らむこともなく、真下の裏波も綺麗に出ています。この時に表から棒を入れてしまうと、よもりがとても高くなっていて、裏波にあまり出ていないという状態になってしまいます。で、こちらが半周を終えた裏波の状態です。このように真下も裏波が出ていますし、半周しっかりと裏波が出ています。もし仮止めのとこが裏波低いとしても、その付近は曲げ試験の対象外ですので大丈夫なので、あまり心配することはないです。で、次に残り半周が横付けですので、横付けを溶接していきたいと思います。で、1層目の動きが上りの時と同じように小刻みにローリングをしながらこのように進行していきます。横付けの場合は特にこのようにノズルを固定して進行した方が安定しやすいので、なるべく真似をして溶接をするようにしてみてください。で、横付けもどうしても下に垂れやすいですので、裏からこのように直接裏波を作るというイメージで、裏から棒を入れながら溶接をするようにしてください。それでは実際に溶接映像に移ります。はい、このように小さく小刻みにローリングをしながら進行していっています。見た目的には上りとほとんど変わらないんですが、横付けの場合は常に斜め後ろから溶接棒を入れているという感じで溶接をしています。こうすることで横付けでもあまり垂れることなく綺麗に裏波が出ますので、なるべく裏から裏波を作っていくというイメージで溶接をするようにしてください。なのでまとめますと、真下から重力がかかるぐらいまでの間の溶接は裏から直接棒を入れる。で、横付けは一周すべて裏から直接棒を入れるという感じで溶接をするようにしてください。で、上りの時に真横から真上までを裏から直接入れてしまうと裏波が出すぎる傾向がありますので、真横から真上までは表から棒を入れても綺麗に裏波が出ますので、そちらで溶接をするようにしてください。真下から溶接をしている姿勢の映像も見たいという声もありましたので、最終層でどんな体勢で溶接しているかも撮影していますので、よければ動画スキップせず視聴してみてください。で、こちらが横付けを終えたビード外観です。このような感じで裏から棒を入れたので、真下の時と同じようによもりが高くなることもなく、2層目が綺麗に溶接をしやすい状態で仕上がっています。で、今から2層目を溶接していきます。2層目の溶接電流は 130A、20A 先ほどよりも上げた状態で溶接をしていきます。で、溶接に使用している棒は1層目と同じ 2.4mm を使用しています。で、横付けの綺麗な溶接方法はこちらの動画でも紹介していますが、どうしても横付けはビードが下に垂れやすいので、溶接棒はプールの真ん中よりも上の方に入れるようにして溶接をしてください。そうすることで、今これ2層目を終えたビード外観なんですが、ビードがほとんど垂れることなく溶接を終えることができます。この時垂れてしまうと最終層まで垂れてしまい溶接がしづらいので、2層目も垂れていない状態で仕上げるのが綺麗に仕上げれるコツです。で、2層目の手の動きなんですが、このような感じでローリングをして溶接をしました。2層目の手の動き自体は上りの時と同じように溶接をしてもらえば大丈夫です。で、これが残り半周を溶接するためにまた縦向きの状態で台にセットしています。で、横付けは先ほど直接2層目をそのまま溶接しましたので裏波の映像が見れなかったのですが、こちらが1周すべて1層目を終えたビード外観です。このような感じで横付けも裏から直接棒を入れましたので綺麗に裏波が出ています。それでは真下から真上までの2層目を溶接していきたいと思います。で、2層目からは真下も特に溶接方法を変えることはありません。真下でも棒を一定量送り続ければよもりが膨らみすぎるということは別にないので、真横や真上を溶接するときと同じような感じで溶接をしてもらえば綺麗にビードがついてくれます。で、真下から真上までの溶接電流も横付けの時と同じように 130A で棒は 2.4mm を使用しています。あと1層目、2層目、3層目、タングステンの長さは変えていませんので 6mm ぐらい出した状態で1層、2層、3層溶接してもらえば大丈夫です。
で、横付けでも上りでも同じですが、2層目を溶接する際は必ずアンダーカットとは入らないように、なるべくこの貝先ギリギリまでローリングをして溶接をすると3層目の溶接もしやすいです。で、なるべくよもりはつらい位と同じような状態で仕上げるようにしてもらえば最終層が溶接しやすくなります。なので溶接棒の送る量はパイプの面と同じような高さになるぐらいまでの量を送るようにしています。全然送らなくてもよもりが低すぎて最終層がやりづらいですし、送りすぎてもよもりが膨らみすぎて最終層がやりづらくなりますので、なるべくつらい位置に近い状態で仕上げるということを心がけてください。で、これが2層目を終えたビード外観です。全体的につらい位置よりも少しだけ低いですが、つらい位置に近い状態で仕上がっていますので、最終層で溶接棒をあまり送らなくても綺麗に仕上げることができる高さになっています。で、真下からの手の動きなんですが、このような感じでローリングをしています。真下も真横や真上、横付けをやるときとローリング方法は変わりませんので、体勢がちょっとやりづらいというだけですので、体勢の方は練習をして慣れるようにして、真下からの溶接もきれいにできるように頑張ってみてください。で、試験の時は確実に溶接を終わらせたいので、少し2層目を終えた後に冷やした方が最終層の溶接もしやすいですので、冷やしている間にこのようにワイヤーブラシで表の焼け色を磨いておくと最終層の溶接がしやすいです。それでは最終層の溶接をしていきたいと思います。最終層も2層目がつらい位置の状態できれいに仕上げれていましたので、特にローリング方法を変えるわけでもなく溶接をしています。ただし2層目の貝先幅は 0.5mm から 1mm ぐらいは両端ともこすようにして溶接ビードをつけていってください。で、溶接電流の方は2層目と同じ 130A で、溶接棒は 2.4mm を使用しています。で、最終層の溶接棒の送る量は2層目の高さがきれいに出せていましたので、棒が途切れないぐらいの状態で軽く送っているような状態です。で、棒が途切れないようにするコツを紹介している動画はこちらですので、棒が途切れてしまう方はこちらの動画を参考にしてみてください。で、こちらが真下から真上までの半周を終えたビード外観です。このような感じで貝先も両端 1mm ぐらい越した状態でアンダーカット等入らず溶接ができていますので、この半周を見る限りでは試験には全く問題ないです。で、次に横付けの最終層を溶接していきたいと思います。横付けの最終層も2層目同様、溶接棒はプールの少し上に棒を入れる状態で溶接をするようにしてください。プールの真ん中や少し下などに棒を入れてしまうとビードがだいぶ垂れてしまいますので、プールの上の方に棒を入れるのを目印にして溶接をしてもらえればきれいに溶接ができます。最終層の場合は少し垂れているぐらいでは試験に落ちるということは全くないのですが、見た目的にも垂れていない方がやはり綺麗ですので、垂れないように棒を少し上に入れるようにしてください。で、真下から真上までや横付けをしている時に滑ってしまうという方が結構いるのですが、トーチが滑る原因としましては、力みすぎていて前に行こうとしすぎている場合や、熱をかけすぎてビードの表面になんか酸化皮膜みたいなのが浮いてきて、それで滑りやすくなってしまいます。なので熱をかけないように少し荒くいくようにするということや、力みすぎないようにノズルの動きで前に進むというのを意識して溶接をするようにしてみてください。で、半周溶接をするときなどに一度も切らないように溶接をする必要は特にないですので、体勢的にもしんどいと思いますので、2回や3回継ぎ目ができても全然問題はないです。僕も一発ではいかないので2回ぐらいはだいたいつなぎ目ができてしまっています。で、これが残り半周の横付けを終えたビード外観です。で、トーチの動きに関しましては上りの時と同様、このような感じで少し粗めにローリングをして溶接をしています。横付けは特に滑りやすいですので、なるべく力まないように落ち着いてローリングをして溶接をしていってください。で、これが一周すべて巻き終わったビード外観です。で、ここからが横付けなんですが、少しだけ垂れていますが、あまり目立たなく、そんなに垂れずに仕上がっていると思います。アップで見てみてもそんなには垂れていないかなと思います。少しだけやはり左にビードが偏ってはいますが、これぐらいですと全然問題ないですので大丈夫です。で、今映っているところが真下から真上までのビード外観です。
で最終層を巻き終わって最後にもう一度裏波を確認しましたが、このような感じで綺麗に一周裏波が出ていました。はい、これで今日の T の 1P の解説動画を終わりたいと思います。またわからないことや質問、コメント等ありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。